みんな、おはらなき Thanks for watching. Bonjour. 300年後の未来から来た新人宇宙飛行士 VTuber アルテミス1です。アルテミス1の空散歩始まるよよしはい、今日はねフランス語の挨拶でしたあ、みんなありがとう。なんかそう、フランス語なのでボンジョーって挨拶してもらいました。これね、発音ポイントだよ。ボンジョーではないんですよ。ボンジョーなんですね本庄さんと同じ感じですボンジョー。オッケーオッケーはい、本日はですね、7回目の配信ですみんなおはらなティもありがとう。あら、おはらなティなのですわ。ありがとうこの BGM 好きになってきた嬉しい、よかったいや、いちもね、だいぶ癖になってまいりましたよね、本当にね、来ていただいた皆さんありがとうございます。音量は大丈夫ですかね？音量とかは大きいか小さいか教えてもらえたら嬉しいですどうでしょう。ちょっとコメントお待ちしまーす。ほい、ほらほらあ、音大丈夫？大丈夫そうですかね。 OK かな。音量良好 OK。 じゃあこれでいきたいと思います。ではまずはですね、1の配信のハッシュタグ宇宙1ライブ、このハッシュタグつけてたくさんポストしてもらえると嬉しいです。ではルナクルーのみんな、今日もいつもの挨拶いくよルナクルーのみんな、準備はいい？どうかな？いいかな今ね、どうかな、言ってもらえるかな。みんな覚えてるかな。覚えてますね。わーい、やったー、ありがとう。嬉しい、いいですとも嬉しいですね。スペインの方が来ていらっしゃってて嬉しいです。Thank you。 スペインはオラで合ってる？オライエスマンもたくさんありがとうございます。いやー、こういうのね、団結感が高まっていいよね。あと、イチが何かをね、お願いした時とかは、わかったよーの返事で、コピーって言ってもらえたら嬉しいです。お願いします。さあ、今日はこの企画です。アルルンの宇宙ニュース。皆さんこんばんは、アルテミス1です。最近私が気になっている宇宙ニュースを紹介していきますそろそろ1アナウンサーとかどうですかね、お仕事なんかそんな感じでなんか CM とかいかがでしょうか。オファー来るかな、どうかな。引き続き頑張っていきましょう。では今週のニュースラインナップはこちらです。ババーン。はい、こちらの3つ。はい、最初のニュースは惑星探査機ボイジャー2号観測機の電源をシャットダウンしました。これね、じゃあね、解説していきたいと思います。アメリカ航空宇宙局 NASA は2024年10月1日付で惑星探査機ボイジャー2号の電力消費を抑えるため搭載している科学機器の一つをシャットダウンしたことを明らかにしました私の推しのボイジャーくんです。ボイジャーくんはね、FGO フェイトグランドオーダーとかね、フェイトシリーズに出てくるキャラクターでして、イチが前に雑談会で、語らせてもらったので、よかったら見てみてください。話をね、戻しまして、リアルなボイジャーくんですね。ボイジャー2号くんが打ち上げられたのはですね、1977年8月
で、1979年に木星、1981年に土星、1986年に天王星、で、1989年に海王星のそれぞれに接近して観測を行いました。あ、そうそう、ありがとう、ボイジャーくん。そうです。ビジュアルがね、FCO の方は星の王子様みたいな子です。一の推しなんだ。よかったらみんなも調べてみてね。で、今日はそんなね、ボイジャーくんのモチーフになっている本物のボイジャーくんのお話をしております。で、ちょっと話の続きいきますね。そう、観測行ったって今話したんだけど、そしてですね、2018年11月に太陽圏を離れたんですね。現在は地球から205億キロメートル以上離れた場所で、時速5万キロ以上の速度で航行しているそうです。太陽圏の外側をね、探査するため、ボイジャー2号くんは4つの観測する機器を使ってるんだけど、それで収集したデータはもう本当に唯一無二、超貴重なものなんですよね。だからこれまで技術者たちは噛んじゃったできるだけね、長い間観測機器の電源を落とさないように対策を講じてきたらしいんですよ。いやー、愛ですね。で、今回電源が落とされたのはプラズマ観測装置という電源で、この対策によって2030年代まで少なくとも4つあるうちの1つの観測機器で探査活動を継続できるようにっていうことらしいですよ。いやー、すでにね、ボイジャーももう何年選手だろうか。ありがとうございます。コメント、いいコメントですね。すでにね、47歳なんです、ボイジャー2号くんは。いや、これからもどうか最後まで頑張ってほしいです。で、雑談会の時にもちらーって話したんだけど、50周年をね、目指して頑張りたいっていうね、話もあったので、いちもね、引き続き応援したいなって思ってます。でさ、すごいなって思ったのがさ、さっき地球から205億キロメートル以上離れてるって言ったじゃん。もうさ、想像ができないほどその距離感って遠いなって思うんだけど、電源を落とすよっていう信号を送って届くまでには19時間。さらにボイジャー2号くんから分かったよコピーって電源落としたよっていう信号が戻ってくるまでにもさらに19時間かかったらしいんだよ。まずね、その距離感で信号が届くっていうのもびっくりなんだけど、その時間往復はね、38時間って、いや、それだけかかるんだってのもあるけど、逆に言えばね、それだけ離れててもその時間で届くっていうのもすごいとしか言いようがないよね。いや、すごいんですよ、本当にね。そう、コメントでも思ってたより早いなっていうのも来てますけれども、そうなんだ。205億キロメートル歩いたら何日かかるんだろう。いや、ほんとよ。今回の対応で50年選手も目指せるなって、まさにそうなんです。今回のちょっとずつね、シャットダウンをすることによって、そのリソース分長くね、運用できるようにって考えられて、今回もね、シャットダウンっていうのが行われたんですね。いやー、本当にだからもうたくさんの方に愛されて、このボイジャーくんっていうの1号2号ってありますけれども、運用されてるんですね。いやー、頑張ってほしいと思ってます。コメントでもこのゴールデンディスクっていう風に書いてくれてる方いますけれどもね、そうなんです。これもね、ちょうどね、話そうと思って、ボイジャーくん初代もいるんだけど、ボイジャー2号くんにもですね、ゴールデンレコードっていうものが搭載されています。ゴールデンレコードっていうのは、はるか先にね、存在しているかもしれない地球外知的生命体、つまり宇宙人に出会った時のために55言語でのメッセージとか音楽とか写真がレコードに収録されてるんですよ。これはね、またね、話すとほんと長くなっちゃうから、またゆっくり話したいな、説明したいなって思ってます。でもね、これがまたロマンなんですよ。よかったらみんなもちょっとね、ちらって調べてみてくれたら、もうすぐに出てくると思うので、ゴールデンレコード調べてみてください。いやー、ボイジャー2号くん、これからも応援してるよ。ボイジャーくん、今晩のご飯食べるって聞いても間に合わないよ。そうだね。ちょっとね、38時間なので1日は経っちゃうかもしれないですね。
ということで皆様もね、ぜひチェックしてみてください。続いてのニュースは、ババン。欧州宇宙機関 ESA 探査機ヘラ打ち上げに成功しました。おめでとうございます。ESA っていうのはですね、NASA のヨーロッパ版みたいなものですね。で、これもじゃあね、そうなんです。もうね、ほっかほかの情報です。ヨーロッパの宇宙機関 ESA は昨日、地球に衝突しそうな天体の軌道をずらして地球を守る惑星防衛の技術実証で、探査機ヘラをスペース X のファルコン9ロケットで打ち上げました。いや、改めてですけど、本当に成功おめでとうございます。この惑星防衛って、つまりは惑星の衝突を防ぐっていうことなんだけど、いやー、まるで映画みたいな話だよね。ちなみに今 ESA でわかりやすく言っちゃったんだけど、読み方はイーサです。イーサとなってます。ありがとうございます。今ね、あれだよ。みんなもね、おめでたい。そう、本当にめでたいんですよ。見てた人もいるね。アルマゲドン。それだ。後でちょっとそれもね、交えて話そうと思ってるよ。でね、画像ね、今出てきてると思うんだけど、実はアメリカの NASA が2022年に地球から約1100万キロ離れたディモルフォスっていう惑星に対して、ダートっていう探査機を衝突させて軌道を変えようっていうことをやったの。で、今回のヘラさんですね。ヘラさんはダートちゃんの衝突の影響とかを調べて、今後の天体の軌道修正の技術に生かすっていう試みとなっております。はい、ダイエムさん、昨日リア先輩が、そうなんですか、リア先輩が実況してました。皆さんももしかしたらその実況を見てたかもしれないですね。ですね、もし、今ちょっと話まだちょっと続きいっちゃいますね。もし惑星が地球に接近してきても、その軌道を予測して探査機を衝突させることで地球への衝突が回避できるっていうことなんですよ。いや、すごいですね。クリア先輩いらっしゃいませいや、やっぱクリア先輩のですね、実況動画が見やすい、わかりやすいで、もう最高なんですね。いや、きっとね、このね、1のね、配信見に来てくださってる方は、絶対見てたと思うんですけど、アーカイブもありますので、ぜひぜひクリア先輩の、実況動画見てみてください。ね、そんなね、私もね、ちょっと、こうやって触れさせてもらってるんですけれども、さあ、また続きをじゃあ話させてもらいますね。ヘラさんは2026年12月頃にディモルフォスに到着予定となってます。で、さっきもね、ちょっとね、言ってくれた方いたけど、アルマゲドンではね、映画のね、アルマゲドンでは最初の方に隕石の破片がもうたくさん降ってきちゃったからっていうね、なかなか回避は難しいけど、なんてありましたけど、こういうね、防衛の観点もきちんと考えられてるんですね。でも逆に言えばこうしてね、映画とかでも取り上げられているから、じゃあこういうことも考えられるから対策しないとだねって考えた方がいたかもしれないですよね。このヘラさんにはですね、日本の JAXA が開発した熱赤外カメラが搭載されてるんだって。日本の探査機はやぶさ2に使ったカメラの後継機らしいですよ。映画アルマゲドンの他にさ、惑星衝突の映画ってなんかあったっけかね。なんかあったっけ。みんななんかありましたか。どうでしょう。ね、スター・ウォーズとかもね、衝突してたかな。あとなんだろうか。アベンジャーズアベンジャーズはまたちょっと違うか。でもなんかさ、なんか近しい、シリーズ的にはなんかあったような気もするんだけど。ディープインパクトか。はい。なるほどね。確かに、あったかも。いや、みんなさすが知ってますね。でもそんな感じか。いや、でもね、そういうのでね、危機感をね、ちゃんとね、持って、対策をね、しているということで、素晴らしいことですよ、これは。で、いうことで、また、やるっていうのがまた今後になってくるので、これもね、引き続き、見逃せない情報ですね。他にも、ドントルックアップっていう映画もあるみたい。これ、知らないかも。チェックしとこう。映画じゃないけど、ストラトス4ってアニメが近いかも。みんな知ってるね。詳しいね。
いや、さすがです。素晴らしいです。暴れん坊将軍はあったんですか？カチャってカチャってやつでしょそれはちょっとちょっと真偽のほどはわからないので、皆さんさらってみてください。結構話数あると思うんですけどちょっとさらってみてくださいでは気を取り直してそろそろ次に行きましょうか。ではね、今日の解説ですね。今日の解説は、はい、国際宇宙ステーション ISS です。みんなはさ、国際宇宙ステーションって知ってますか？ちなみにどうかな。ちょっと今さ、カーってやってってるけど、もうちょっとゆっくり進んだ方がいいとかあったら教えてくださいね。よろしくお願いします。と、暴れん坊将軍の話が今ちょっとみんな盛り上がってんじゃん。本当にあったの？マジで？本当に？彗星が出てきて江戸に落下するんじゃないかって大騒ぎになる回があったの？マジで？本当に？それ知らないなぁ。結構ね、この時代の時代劇とか見るのね、好きなんだけど、ちょっとそれは知らなかったの。マジか。待って、今ちょっと調べてみちゃって、ちょっと見てみていい？暴れん坊将軍のこれは 6？ 6 で合ってんのかな。第19話だって。第19話で江戸壊滅の危機、彗星激突の恐怖っていう回があるみたいマジかこれは知らなかったな。9か、ありがとう。暴れん坊将軍9ですってこれさ、本当にさ、どう解決するのマジで上様が解決してくれるのこれさすがにさ、将軍様で無理じゃない？上様できんのカチャってやってさ、ってやってそんな回避できるものなのこれでも伝説の名作彗星界で呼ばれてるらしいですよこれはちょっとあれだな、成敗しちゃった可能性ありますよねうわー、知らなかったちょっとどっかで見れるのかな。ちょっと調べてみようすいませんちょっとあんまりにもちょっと上様結構好きなもんで位置がちょっと盛り上がっちゃったISS ですよ。ISS 名前は知ってるし、なんとなく知ってるって人は結構ねいるかもしれないけど、具体的にねそこでどんなことをしてるのかとか、実は知らないことだらけだったりするんじゃないですかってことで、今日は国際宇宙ステーションの基礎知識を一緒に勉強していこうと思うんだ。ということで皆さんついてきてくださいね。まずはこちら。はい、画像出ました。国際宇宙ステーション、英語でインターナショナルスペースステーションなので通称 ISS と呼ばれてます。大きさはね、そう画像にも書いてあるんだけれども、サッカーコート1面分くらいだけど、そのほとんどは、はい、このね画像でもよく見える通り、ほとんどソーラーパネル分なんですね。で、重さは約420トン、ジャンボジェット機1台分くらい。結構大きいですよね、そう考えると。でも身近なもので考えると想像はしやすいですかね。で、皆さん、これコード書いてありますね、画像にね。地上からね何キロくらい上空にいるかなーっていうところなんですけれども、これ約 400km 上空にいます。東京から京都間くらいの距離感ですね。そう思うと近いような遠いようなですけれども、前にもね説明したんだけど、地上 400km は地球低軌道 LEO っていう軌道なんだけど、そのね軌道上を毎秒約 8km で、約時速28000キロ、新幹線のぞみの100倍。
どんな速さだよって思うと思うんだけど、約90分で地球を一周するくらいの速さで動いています。速いねーね、ボニゲさんかっけーでね、かっけーでしょ ISS。かっこいいよね、ガセニコさんそう、よく覚えてるね。そう、位置のね、宇宙船があるのもこの LEO なんですよ。だから一生懸命、ぶつからないようにはね、しております。はーい。ね、ちなみにね、この、地上からでもこのね、ISS、見ることができます。ちょっとこれ見てください。はい。いつもね、お手伝いしてくれてるデジタルブラストのスタッフさんが、プライベートで撮影したものなんだけど、これ電線の間で、はい、動く光に注目してください。これ、飛行機じゃないんです。これが ISS なんだよ。ね、思ったよりさ、早く動くでしょう。そう、意外と明るいよね。すごい？そう、これ見れるんですよ。一般通貨 ISS まさに今だね、流れてますけど、早いよね。で、これネットで ISS 見るって検索すると、いつどの位置から見えるかっていうのがわかるので、調べてみてください。そう、結構頻繁にね、見れるんですよ。場所はね、結構バラバラなんだけど、いや、肉眼でね、見えるっていうのがね、やっぱいいものですよね。そう、特別なね、機械とかはいりません。肉眼でちゃんと見ることができます。なのでね、ぜひぜひ ISS 見るで検索してみてください。望遠レンズで写真撮ろうとして好転にならんかったか。いや、でもね、そうなんだよね。意外とね、写真とかでね、撮ろうとすると、ってなっちゃうと、もしかしたらね、ものによってはね、ぼやーってしちゃったりはするかもしれないんだけど、いや、肉眼でね、しっかりと見ていただけたらなんて思いまーす。さあ、ISS がなんかどんなものかっていうのをちょっとね、分かってきたと思いますが、ここで、1クイズ。率直に ISS は何をするところでしょうか？さあ、何をするところでしょう？なんだろう、何かなちょっと画像で出てきちゃってるかもしんないみんな、ちょっと待って。いい位置の髪の毛にちょっと、隠し、位置の髪の毛、ちょっと隠したい。やっちまった。位置としたことが、やっちまったぜ。こういうね、ことはね、ちょっとやっちまうんですよ。ISS は何をするところでしょうか？みんなやってくれてますね。実験。はい。あとは宇宙空間に滞在するところ。なるほどですね。サッカー宇宙超次元サッカー？稲妻イレブン稲妻イレブンもね、ちょっと宇宙回みたいなのありましたけれどもなるほど、実験と観測こんなね、ちょっと宇宙空間での実験か、宇宙食を食べるところ、なるほど。ソユーズがね、向かうところアルルンの別荘、豪華すぎん筋トレ、なるほどね。地球人類がね、無重力状態の宇宙で生活するにはいろいろ課題が多いとかね。いや、皆さん、なるほど。素晴らしいですね。いや、いい回答ばっかりですよ。ということで、ちょっと画像見せますね。はーい。いやー、ねえ、初めて見る画像ですけれどもね、皆さん、これね、いやー、解説していきたいと思います。トロマラさん、宇宙兄弟だと実験してたから実験かなって。いやー、さすがです。ね、じゃあこれもね、ちょっと解説をしていきたいと思います。ISS は日本、アメリカ、ヨーロッパ、カナダ、ロシアの5カ国地域によって1998年から宇宙での建設が始まりました。で、完成したのは意外と最近なんですよ。2011年7月なんですね。
そう考えるとさ、結構最近だって思ったりするよね。技術の進歩ってすごいですね。でこの ISS が作られた主な目的っていうのが、宇宙の特殊な環境を利用した実験や研究を長期間行い、その成果を科学や技術の進歩、地上での生活や産業に役立てることなんです。だからみんなほぼ正解です。素晴らしい。宇宙の特殊な環境っていうのは、重力がほとんどなかったり、高い真空状態であったり、宇宙放射線があったりっていうことなんだけど、例えばみんな聞いたことあるかもしれないけど、植物の栽培をして地上とどう変化があるのかとか、薬の開発に役立てるためにタンパク質の実験をするとか、こういうね、あとそれがもしかしたらね、今は治らない病気の新薬になるかもしれなかったり、私たち人類のね、生活をより良いものにするためのとっても重要な実験や研究をこの ISS で行ってるんです。でね、まさにね、コメントでもあったけど、宇宙兄弟でね、やってましたよね。皆さんね、これもさ、なんかちょっと最近なんかショーがあったりとかなんていうのちらって見たりしたんですけれども、宇宙兄弟のね、公式のね、ぜひポストとか見てみてください。っていうか、宇宙兄弟を読んでください。ほんとおすすめですよ。こういうのもね、バッチリわかるので、ISS のことバッチリわかっちゃいますよ。はい。で、ごめんね、ちょっと宇宙兄弟の話熱くなっちゃったけど、戻しますね、話。で、こうしたね、実験や研究以外にも、人工衛星の放出とか、宇宙教育のためのイベント、月探査に向けた技術って難しいよね、言うの。技術実証とかも ISS で行ってます。で、いやー、本当にね、かっこいいよね。で、こうした作業を ISS の中で行うのが、はい、宇宙飛行士さんなんですね。地上にいる時に実験の方法などを専門家からレクチャーしてもらって、実験に作業する時も地上にいる管制官とやり取りをしながら行います。すごすぎない？何でももうオールラウンダーですよ、本当に。で、ISS には6、7人くらいの宇宙飛行士さんが常駐していて、半年間で交代してます。日本人の飛行士は年に約1名が半年滞在することになっていて、次はですね、大西拓也宇宙飛行士さんが来年行く予定となってます。すごいよね。本当にすごいんだよ。もうなんてもう一の語彙力が解けちゃうくらいすごいんだよ。そうね、分単位のスケジュールの人たち、そうなんですよ。もう超忙しいんですから。なんだけどちゃんとね、休みのね時間をとっていたりとか、さっきもあったけど筋トレのね、宇宙空間にいるとどうしても筋肉とかがね、衰えてしまったりというのがあったりするので、筋トレの時間をとっていたりとかしているんですね。いやー、みんなは行きたいですか？どうですか？行けるなら行ってみたいですか？ ISS ね、でもなんかね、ほんと将来的にはこの ISS にもしかしたらね、体験滞在とかね、できる日が来るかもしれないですからね。皆さんこれはね、ぜひぜひね、ちょっとチェックってやつですよ。未来なら学生でもフラッといけるんだろうな、じーっと見ながら。そうだね、まあね、やっぱりね、こういうのはね、体験期間っていうか、一もね、新人宇宙飛行士なので、そういうとこ。いや、待って、結構しっかり話しちゃった。一もしかして今はい、もしかしたらね、未来でのそういうのもあったりするかもしれないですよね。いやー、夢広がるなー。ね、みんな行けるなら行ってみたいよね。そんなね、じゃあ話続きいきますね。そんな ISS の中でも、実験や研究をする場所っていうのがこちら。はい、かっこいい。はい、かっこいい。希望実験棟です。はい、これね、真ん中にある横長の筒状の部分が、ち
ちょうどこの日本の国旗があるところですねの部分が希望実験棟となってます。日本が製造運用するモジュールで2008年から2009年にスペースシャトルで3回に分けて打ち上げ組み立てをしました。いや、宇宙空間でさ、そういうさ細かな作業もできるっていうところがまたすごいよね。っていうか、その技術を持っている皆さん素晴らしい。ちゃんと成功させてるんですから、本当に素晴らしいです。で、日本は希望の約 50% の利用権を持っています。で、残りはね NASA が持ってるんですね。ちなみにこの希望実験棟の上に乗ってる円柱の部分は船内保管室で実験のための道具、消耗品や予備の機械などを保管する倉庫になってます。あとは画像左側の部分、これいっぱいちょこちょこちょこって出てる部分は船外での実験スペースです。地球や宇宙を観測したり宇宙にさらすことでしか確かめられない実験をしたりしてます。コメントで希望とコウノトリはいいよねって来てますね。コウノトリっていうのは補給船のことなんですけれども、いやー、いいよねー。技術の結晶、素晴らしい。いやー、ロマンですよ、本当に。感慨深い。ではね、そんなね素晴らしい希望実験棟の中も見てみましょう。はい、かっこいい。はい、かっこいい。とにかくね、画像の通り実験機材なのでいっぱいなんです。ここで生物や生命の実験、燃焼の実験、タンパク質結晶の実験、それから材料や物質の実験などを行ってます。うわー、いっぱい。もうタスクがいっぱいですね。で、道具やパソコンなどはふわふわ浮いてしまうからマジックテープで貼ったりしてます。あとこの青いバーはですね、宇宙飛行士さんが移動したりその場に泊まるために使われています。そういうのは結構さ、映画とかでも出てくるよね。移動の時にさ、カンカンってこう進む時にさ、こうバーをね持ちながら進んだりするシーンとかあったりすると思いますけど、こういう感じですね。ちなみにね、1の部屋は綺麗ですかなんていうのありますけど、1のね部屋はマジックテープで留めるのがめんどくさくて、たまにふよふよ浮いてるとかはないです。そんなことはありません。1だってちゃんときれいにしてます。この話やめようか。じゃあね、そんな部屋の話出ましたけれども、このインテリアデザインのねポイントっていうのもあります。このね内側のこの壁の部分とかはNASA のルールでね白色っていうのが決まっています。狭い空間だからさ、黒だとねやっぱ圧迫感っていうのがあるしね、宇宙飛行士さんのねやっぱ精神面っていう部分でもやっぱ明るい方がいいからさ、またちょっと違う話にはなっちゃうけど、宇宙兄弟でもさやっぱ光をねどうやって入れるか、そうすると気分明るくなるよねみたいな話とかもあったと思うんだけど、っていうのもあったし、あと白の方がさ物見つけやすそうだよねって一が想像してます。でっていうので白色なんじゃないかなって思ってます。あとは上下左右がないので床も天井も壁も実験装置や収納で埋め尽くされてますね。ぎゅうぎゅうなのが画像を見てわかるよね。とはいえ人間中物はですね上下左右がないと混乱するので、床側の角は青色、天井側はライトをつけて疑似的に上下を決めてるんだって。いや考えられてるよね。クリア先輩、ちなみにクリア先輩の部屋はで噂では上って聞いてるんですけれども、どうなんで今はどうなんですか？やだクリア先輩、
ど、ごめんなさい。すいません。実は、美味しそうなね、ものの、大使になられた、就任されたっていうのを見ててね、そこからね、ポストをね、辿っていってたら、そういう部分にも、たどり着いて、しまって、でもね、多分ですけど、1の部屋の方が汚いです。なので、クリア先輩、安心してください。重力がね、ないとですね、で、そうやってね、マジックテープをちゃんとね、駆使しないと、ほんとね、ブワブワ飛んでっちゃうんですよ。失礼いたしました。そう、本当ですよ、クリア先輩。重力があるのが悪いですよ。そう、重力があるのも悪いですよ。間違いないです。間違いないですよ。ほんと。今度、店へこしましょう。お部屋。はい、脱線してしまいました。すみません。クリア先輩、絡んでいただいてありがとうございました。1は幸せでした。では、ISS の話に戻したいと思います。これね、またね、これちょっと重要な話を、させていただこうと思います。実はね、この ISS っていうのが2030年で引退なんですよ。で、それ以降どうするのかっていうのがね、やっぱ気になるところだと思うんですけど、今各国が話し合ってるポスト ISS というやつですね。アメリカは民間宇宙ステーションを作り始めてるし、日本も民間企業が今後どうしていくか検討しているみたいです。そう、ポスト ISS っていうのね、民間企業がね、絡んでくるっていうことでんですね。なのでね、ほんと、今後が楽しみですね。いや、ほんと日本の皆さんも、どんどん参加してほしいです。1はめっちゃ応援してます。いやー。どうみんな。ISS でどんなことをしているかっていうのは、大体わかりましたかね。いや、今ね、この瞬間にも、イチたちの頭上で何かしらの実験が行われていると思うと、ワクワクしますね。ルナクルーのみんなは宇宙でどんな実験がしてみたいですか？例えば、どうだろうか。結構ね、いろんなやっぱものを実験できると思うんですよ。で、こういう時にね、みんなが発想でね、想像してくれた実験の何かが本当にね、今後役立つかもしれないからね。何でもいいよ、みんな。思いつくコメントしてみてください。希望だけでも燃やさず回収してほしい。いや、本当にそうだよね。いや、本当にそう思うよ。いやー、どうなんだろうね。それも今後のまた動きに期待ってやつですよね。微小重力環境での鍋の挙動とか。なるほどね。宇宙で綿あめ作ったらどうなるのか実験してほしい。確かにどうなるんだろうね。どうなるんだろう。気になる。なんかいつかさ、なんかそういうのを実験して、なんか映像でさ、こちらに届けてくれるみたいなさ、イベントとかやってくださったら嬉しいよね。でも、忙しいからなかなかそういうお時間っていうのは作れなかったりするのかな。でもさ、夏休みのさ、なんかさ、学生さんたちのためにみたいなのでさ、そういう面白い実験を動画でお届けするみたいのは、なんか気になりますよね。あとは、無重力でも料理ができるのか気になります。宇宙のお部屋は細菌が繁殖しないから綺麗説を実験してほしい。いや、確かにね、細菌系とかはね、で、それは誰の部屋で確かめるつもりなんですかね。本当に一ね、自分ではね、言いましたけれども、決してそれをね、発表するとかね、皆さんにお見せするとは、一言も言ってないんだな、これが。
ね、でもね、この無重力でもさ、料理できるのが気になりますって今読ませてもらったけれどね、ガセネコさん。やっぱね、火は使えないからね。そこの場合、逆に言えば火を使わない料理だったらできるね。さ、前回のさ、配信でさ、いちがさ、宇宙飛行士くんの冒険っていうのでね、やったけどさ、あの時は少しはね、酸素があったから火が燃えたからっていうのがあったけど、やっぱりね、酸素がないってなると、基本も火は燃えないので、これは気になるところですね。でもさ、電子レンジ的なものをさ、持っていけばさ、もしかしたらさ、その熱を与えるみたいなのができたりするのかな。どうなんだろう。気になるところですね。これは確かに。みんな面白いの、コメントたくさん出てて面白いです。あ、さっきのあれだね。綿あめのは砂糖の糸が飛び散るからダメってなりそうで、綿あめね。なるほどね。宇宙で納豆を作って。宇宙で納豆って作れんのかな。どうなんだろう。発酵することができるのかって話だよね。でもそれもさ、なんかその酸素がある部分とそのね、無重力下でのって部分とみたいなのでさ、またさパターン作ってっていうのでできそうだよね。あとはそう、宇宙でカップラーメンを作ろうとすると熱湯が飛び散って大変なことになる危険があって聞いたことがあるんですけれども、そう、確かね、そのお湯の温度、使っていい温度っていうの決まってたはずなんで、確かね、70度とかだったっけな。まあでもラーメンスープってとろみがついてる宇宙仕様っていうのは、前々回かな、触れたと思うので、まあそういう部分では食べやすくやっぱ考えられて宇宙食っていうのは作られてるっていうのが分かりますよね。そういう部分ではね。いやー、みんななんかね、いろいろとコメントいっぱい書いてくれて嬉しいです。いやー、想像って楽しいよね、やっぱり。いや尽きないよね。お、ちょっと待ってね、いろいろと来てる。はあ、これそうなんだっていうね、情報が今ね出てきました。ちなみになんですけれども、ちょっとご飯を食べてる方はすみませんね。ちょっとこんな単語出しますけれども、おしっこをね再利用して水にして飲むんですよっていうことを言おうと思って、なんか宇宙空間ある意味サバイバルですよね、本当に。だからそういう部分でも宇宙飛行士さんってさ、すごいよねって思います。まあでもすごく今の技術って素晴らしいので全然綺麗にして飲むことは可能だと思います。いや、現地で利用できるものは最大限利用する、素晴らしいことですよ、本当に。いやー、尽きないな宇宙 TRPG 無重力でダイス振ったらどこに転がっていくか確かになんかどこまでも転がっていっちゃいそうですけどラーサンチピンチ。いやー、でもね、これほんと尽きないですね、話が。あ、開発したやつ飲むべきってね、コメントとかでもやっぱ知ってらっしゃる方もいらっしゃいましたね。いやー、でもまた ISS 語りたいですね。やっぱロマンちゅうものがありますよ。本当にまだまだいろいろと話したい情報っていうのはあるんだけど、今日のところはこの辺りにしておきたいと思います。で、また近々ね、お話できればなって思ってます。その時はまた見に来てくださいね。ということで、本日のアルルンの宇宙ニュースは終了です。いやー、たっぷりISS についてね、お話しさせてもらいました。いや、みんなもね、すごいたくさんコメントくれて、いちもね、ホクホクですよ。いや、これ。やっぱね、みんながコメントをね、くれることによって、こういう宇宙ニュースとかもね、さらにね、深みが出てくるっていうか、いや、ありがたいですね。あ、面白かった？よかったということでね、ほんとあっという間に時間っていうのは経っちゃったんですけれども、本日はこれで終了になります。いや、ISS のね、でもね、今日は基本情報ですよ。基本情報の方お話ししました。本当にみんな最後までね、ありがとう。はい、ということで次回ですね。次回はあさって10日目標の20時からやりたいと思います。でね、次回はね、雑談配信やりたいなって思ってまーす。何を話そうかな、雑談。この間はさ、いちのさ、推しの話とか結構させてもらったけど。
この前やったさ、さっきもちょっとね、ちらって話したけど、フリーゲームの宇宙飛行士くんの冒険の考察、あれめっちゃ話したいかも。ってことで、みんなとね、ゆったり雑談配信できればなーって思ってます。お楽しみに。だからみんな各自、宇宙飛行士くんの冒険をプレイして、予習しておくように。1のアーカイブを見てください。ネタバレもバチバチしてでもね、話したいからね。みんな、オッケー？未来の話してほしい。それはだからさ、皆様皆さん、微妙なマーマイドさん、それをね、未来の話をしてしまうとですね、なんということでしょう。1はですね、300年後に強制送還されちゃうんですね。やめてもらっていいですか？みんなさすがコピーさすが、ルナクルーのみんなはちゃんと訓練されてますね。素晴らしい。そうなんです。どこかね、でね、みんながコピーを使える場所をね、作ろうということで、今回ちょっと試してみました。みんな素晴らしい。なんかさ、帰宅してリアタイ間に合ったと思ったらそうですね。びっくりしたと思うんですけれども、後でアーカイブ見てもらえたらと思います。いやー、みんな最高ですわ。さすがです。1はとっても嬉しい。これからもよろしくお願いします。ってことで、木曜もね、またみんなに見に来てもらえたら嬉しいです。よろしくね。名残惜しいけれども。ではみんな、いや、ほんと、おつるなき。これにて、配信終了。オーバー。